家康の H。 どうする家康に学ぶ日本史。日本の官僚組織を生み出す。徳川家康だけがなぜ天下統一を成し遂げた後、江戸幕府を260年間にわたって存続させることができたのだろうか。実はそこには織田信長や豊臣秀吉も成し得なかった家康の発想を転換するという英知があったのである。徳川家康のみが持ち得た英知とは一体どのようなものなのかを詳しく見ていこう。豊臣秀吉は臨終に先立って息子秀頼が天下人にふさわしくなるまでの間だけ家康に国政を委ねた。そして秀吉は家康の孫千姫と秀頼の婚姻を遺言して逝去する。ところが1603年に征夷大将軍となった家康はその2年後には早くも後継者である秀忠に地位を譲ってしまう。これにより今後は徳川家が政権を代々継承していく意向であることを家康は内外に示すのである。家康は秀頼に京都まで出向いて将軍となった秀忠に面会するようにと要請するが茶々に拒絶される。茶々はもともと家康の将軍就任の際に秀頼が同時に関白に就任することを望み朝廷工作も行っていた。しかし工作はうまくいかず、さらに秀忠が将軍に就任したことで茶々たちの家康への怒りは頂点に達した。結局豊臣方と徳川方は2度の大阪の陣を戦い、豊臣家は滅亡する。その後徳川幕府は約260年の長きにわたって日本の政治を司るのである。我が子に共に政権を譲ろうとした秀吉と家康、そしてその政権を引き継ごうとした秀頼と秀忠。片や豊臣家は滅び、徳川家は末永く栄えるのだが、この両者のどこに違いがあったのだろうか。豊臣秀吉は農民から一代で天下人にまで上り詰めた人物である。一方の徳川家康は多くの譜代家臣を抱えた代々続く松平家に生まれている。秀吉は譜代家臣というものがいなかったので、恩賞によって家臣を取り立て増やしていく以外なかった。また秀吉は人たらしと言われるように個人の魅力、カリスマ性で人々を引きつけた。秀吉は家臣に領地や恩賞を他の武将よりも多く与え、個人的魅力で引きつけることで天下人にまで上り詰めたのである。ところが日本国内の統一を成し遂げた瞬間に秀吉は家臣たちに分け与える領地がなくなったことに気づいた。その後に秀吉が無謀とも思われる朝鮮出兵を行ったのは海外に家臣たちに分け与える領土を求めたからだとも言われている。秀吉は織田信長を尊敬し、その政治手法をそのまま模倣した。信長も秀吉も領土を分け与えることと自らのカリスマ性で家臣たちを引きつけのし上がった。しかし
天下統一を成し遂げれば分け与える土地はなくなり、自分が死ねばそのカリスマ性は消滅する。織田と豊臣の両政権が短命だったのもそのためである。家康は信長と秀吉の政治手法を間近で学び、問題点を捉えていた。そして家康の英知は発想の転換から組織が末永く続く方法を導き出すのである。家康が跡継ぎに聡明な次男の結城秀康ではなく三男の秀忠を選んだのは母親の血統だけではなかった。それは秀忠が凡庸であったからだと言われている。永続する組織は恩賞が他よりも多いとか、トップのカリスマ性に頼ってはいけないと家康は考えた。また家康は恩賞などではなく、個人が教育と学習によって自らの成長に喜びを見出すべきだと結論付けている。恩賞がなくとも人は教育によって自らが成長することに喜びを見出すのである。そして恩賞が他の組織よりも少なくても、またトップが凡庸であっても永続するのが本物の組織だと家康は考えたのである。家康がケチだとかしぶしんだとか言われたのはそのせいである。それまでになかった独自の組織を家康は英知と発想の転換で作り上げた。家康は江戸城に秀忠を中心に現代の日本政府の官僚の原型となるような新しい組織を作っている。そして三河時代からの古い体質の人間は駿府に連れて行くなどして秀忠の新政権を邪魔しないようにしている。本田忠勝や榊原康政にあまり出番が回ってこなくなったのもそのためである。新政権は合議制でカリスマがいなくても関係なく運営される。また恩賞が少なくとも不満が出にくい。また担当責任者は複数制、当番制で不正が起こりにくくなっていた。徳川家康は自らの最後の仕事として豊臣家を滅ぼし、後を秀忠に託して逝去する。家康の生前中に活躍した本田正純が秀忠によって改易された宇都宮釣り天井事件などはまさに時代の移り変わりを如実に示している。そのために江戸時代は将軍が凡庸であろうと、また恩賞が少なくとも幕府は永続することができたのである。江戸時代には寺子屋などの教育機関も全国的に整備されている。織田信長や豊臣秀吉が成し得なかった政権移行とその存続を家康は自らの英知で実現させた。以上のことは現代でもまたどんな組織にも当てはまる法則である。他の組織よりも給料が多いとか、トップのカリスマ性で組織人をつなぎ止めている組織は長続きしない。家康が生み出した幕府の組織はその後に引き継がれ、形を変えて官僚組織として生まれ変わり、日本の政治や経済を支えてきた。
しかしどんな組織にも欠点があるのは事実で、今大きく改革する時期を迎えていることも確かである。